おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はこちら。桜を描きました。桜でございます。こちらの動画をお見せしたいと思います。アクリルです。ね、アクリル嫌いとかアクリル嫌だ、もう見ひんとかっていう人もいるかもしれませんけどね、これちょっとすごく、めちゃくちゃ簡単です。めちゃくちゃ簡単な描き方で15分で終わります。ぜひですね、これいろんなものにも応用できるかもしれませんから、ぜひ、参考にしてみてください。面白いと思いますので、ぜひどうぞ。それでは解説をしていきます。アクリル絵の具ですね、今日はね。で、板ですね。これはシナベニアという板に、ジェッソ、白黒を塗っておきました。白であるとか黒であるとか、これは紫系かな。黄色2種類ぐらい使おうかなとかですね。赤、これかなとか、いう感じで、緑も2種類ぐらいかな。赤も2種類ぐらいかなという感じで、用意しておきました。いきなりいきます。ダイレクトでこの水色っぽい色ですね。そして白。ダイレクトにいきますね。ちょっと自信ない人とかはですね、もう思い切ってこれぐらいやってみてください。勇気を出してですね、特にアクリル絵の具とかもね、水彩みたい、透明水彩みたいに使うこともできるんですが、もう思い切っていく。ベターっと塗る。ね、そして、下の方は白く、白を混ぜ合わせましたグラデーションをかけて、大きなハケ、みたいな平筆とかで、そしてちょっとこれ青が多すぎました。そういう失敗もあっていいですよ。失敗したら2層塗ればいいだけの話なんで、元来例えばこういうグラデーションとかつけるときは一発で決めれたらそれは理想なんですけども、失敗したな思ったら2層塗ったりすると案外綺麗にいきますよ。1層2層でやっぱグラデーションできましたよね。大きめの筆、平筆とかで、もっと大きいハケとか使ってもらってもいいと思います。で、一番奥なんていうのはもう早めに決めておいた方が楽じゃないですか。で、今日はもう本当誰でも描ける、中学生でも小学生でも描けるぐらいの技術ですので、下書きも何もしておりません。で、下書きとか自信なかったらもちろんされて鉛筆かなんかでされて、そして雲があるような位置とかですね、あたりに白をぐじゅぐじゅぐじゅとですね、板の上で伸ばすという、ダイレクトチューブという、僕も昔これ結構やってたんですけどね、アクリル絵の具とか油絵でも絵の具が薄いよっていう学生とかにズボーンとかってやってですね、絵の具をこうやって厚く塗ったりとか、そしてハケとかで少し空ハケですね、水がついてないハケとかで少し慣らしてあげたりすると、少し平滑に、そしてグラデーションみたいなのをつけれますので、そんな難しくないです。要はグラデーションが苦手な人って絵の具の量が少ないんですよ。で、絵の具の量が少なくて、また混色してということをするんじゃなくて、もう画面の上で混色するぐらいの気持ちで、ぜひやってみたら案外綺麗にいきますよ。ある程度いきましたでしょ。で、あかんなと思ったらもう一回塗ればいいです。完全に乾いた後ですね。そしてまた塗っていきました。これ黒です。まさかの黒で、この次は緑ですかね。緑、ちょっとテールベルトみたいなオキサイドオブなんとかみたいなやつですかね。そして茶色も入れました。これは中間にある緑のところみたいなところをこれは豚毛の筆です。要は筆致を変えていってます。上の方はハケとかで平滑に空のところはですね塗っていて、この中継はちょっと森みたいな感じをぐちゅぐちゅぐちゅと、ちょっと多すぎたら絵の具取ってあげたり伸ばしてあげたり、明るい緑があったりちょっと茶色っぽい感じがあったり、まだ春先ですからね、という感じで絵の具をぐちゅぐちゅぐちゅとしながら伸ばしながらですね、中継の緑のところを描いていってます。できそうでしょう。ここまでどうですか。できないって人いますか。これはもうすごく実は伝統的な方法ではあるんですよ。奥の方から描いていきましょうとか。私なんか中学生の時、ボブ・ロスさんっていうね、アフロのおじさんがBS でなんか朝11時とかぐらいにやってて、学校休んだりした日はそれを見ていたんですが、そういう描き方とほぼ変わらないと思います。そして、前景あたりの前景よりちょっと奥のところのですね、ところは土とあれが緑が少し見えてるようなところですね。茶色、白、そして緑という、また行きましたね。おじさんダイナミックですね。これはサランラップです。皆さんね、家にあるんじゃないですか。要はマチエルを変えていってる。ここは少しなんていうか短めの葉っぱみたいな雑草みたいなのが生えてるようなとこで土も見えたりしてるので、こんな風にマチエルをちょっとつけてみる。それだけでも平滑な一番空の平滑な、そして中継のモコモコモコとした森、そしてちょん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 と見えるようなですね、枯れ草、そして手前の菜の花を描いていきます。いけるでしょ。実はちょうど1時間でこれやってます。この段階までは15分ぐらいでやって、あと30分ぐらいで描いてますけども、
1時間ちょっとでこれやってます。黄色、ちょっと多めに塗りました。そして、この量ですね、緑を点々もうダイレクトにいって、ダイレクトにも遠慮なく、そして、緑を少し隙間に、均等にというより例えば黄色が7割ぐらい、緑が3割ぐらい、その3割の中でも3対1ぐらいでちょっと濃いのは1とかね、なんかそういう風にちゃんとモチーフ見ながら変えてあげたりすると、これ応用効くと思いませんか？油絵なんかでもやろうと思えばできると思うんですよね。ただ油絵の場合は乾くの完全に待ちましょう的な時間って必要ですけども、ね、今のサランラップ、新しいサランラップ、そして、これ筆の後ろかなんかでギコギコ引っかいて、葉っぱ菜の花の茎ですね。菜の花って美味しいですよね。僕菜の花大好きなんですけども、おひたしが大好きです。はい、何の話してんやと。そしてこれが完全に乾いてからね、完全に乾いてから紙をベタと塗り置きました。紙ね、大きめの紙を用意して、これは本当大きめの新聞紙とかでもいいかもしれない。新聞紙だとちょっと文字がつくかもしらんから、広告とかの方がええかな。何かちょっと大きめの紙かなんか用意してください。もう2回出てきましたね。ちゃうな。それで、この辺かなという桜、もう大体でいきました。大体桜この辺かな。で、これカッティングマットの上でやってくださいね。これ皆さんに見せるために、この上で切っているんですけども、カッティングマットなどの上で、必ずやるようにしてください。ハサミとかでギコギコ切ってもいいと思います。このぐらいかな、桜。ちょっと下の方大きすぎたかなということで、もうちょっと下の方が小さくてもよかったかなということで、なんかこの辺の貼っつけとこうかなと。こんな感じでもいいと思うんですね。そうするとなんとなく、こういう感じでキノコ型の、形ができたぞという感じでマスキングテープでも貼っておいてください。そして枝をもうちょっと描いとこうと、細めの瞑想筆かなんかで茶色と黒で枝をシューッと描きましてね、もう桜のところはもうここの辺やぞということで、後でもうちょっと加筆して大きくしたりとかできますので、ある程度の感じですね。ある程度の感じであまり神経質になりすぎないように僕は今回はしました。もう皆さんでもできる、本当小学生中学生でもできるぐらいのレベルのものを、初めての人でもできるぐらいの、この線描くの難しいかもしれませんね、もしかしてね。で、そしてこれピンクマゼンダみたいな色と白を混ぜて、豚毛の筆の毛先をブスッと潰しました。ブスッと。そしてボンボン上からですね、でちょっと全体的にまず、桜の影の色をつけるイメージでボンボン影の色ですね。で全体にある程度つけましょう。全体に影の色をボンボンと。左から光が来てますよっていうことだけは意識、まだせんでもいいんですけども、後からそれは意識してください。影の色を全面にも塗っていこうと。もうちょっと大きい豚毛でもいいかもしれません。ちょっと上の方というのは影よりも少し明るめの色ですね。それでもまだ桜の色には程遠いですが、ボンボンと塗っていって、チラチラ奥の空も見える程度にしながらポンと叩いていく。少しはみ出してもいいですよ。ちゃんとですね、紙がマスキング代わりしてますから、ちょっと線が消えてきます。そうすると枝の隙間をまた描いてみてください。これね、2回か3回やると効果的ですよ。2回か3回か途中でやってあげたりすると効果的だと思います。より細いとことか、より見えているところとか花からの隙間みたいなところをちょんと描いて、そして生の白いきました。勇気いりますよね。生の白いくぞと、ボンまた同じことしてます。こんなことでいいんやっていう感じかもしれませんけども、初めての方とかね、初心者の方、そうでもない方もこうやってマチエルつけるという、マチエルっていうのはフランス語なんですけども、マテリアル、物質感ですね。せっかくアクリル絵の具使ってんやったら、こういう物質感みたいなものを使ってみるということもいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとはみ出してもいいと思いますので、上でちゃんとガードがあります。はい、早送りですね。高橋名人という人が昔おりました。すごく早いんですね、連射がね。で、ババと叩いていって、ちょっとはみ出すぐらいの気持ちで、どんね。で、取りました。ちょっと実は一回スパッタリングしたんですけど、そこのところカットされてました。軽くね、難しいわっていうことで。で、今、ちょっと下の方とかも、もう少し、大きくてもよかったかな。やっぱ当初の、円光の状態ぐらいの方が良かったのかもしれませんよね。で、桜の雰囲気出ましたよね。そしてちょっと中継とか書いておきましょうか。この辺にも菜の花がちょろちょろ見えているぞという感じとか、少し菜の花がぴょんと飛び出てるやつと
とかを書いておいて、てん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 とこれも上の方から叩くようにして、ですね書いていく。なんかこういう筆の代わりになるようなものとかって意外とホームセンターとか行くと売ってたりするんで、そういうのね探してみるのも面白かったりしますよ。なんかこういうのも使えるぞ、こういうのも使えるぞ、そういうことすると日常がすごく楽しく豊かになっていくわけでございますよね。なんか買わないと、画材を買わないとと思わなくても結構だと思います。アクリル絵の具も初めてやったらもしかして100円ショップのでいいかもしれません。このシナベニアって何ですかってホームセンター行けば必ず売ってます。このぐらい、僕はカッターとかでギコギコ切ったりします。ノコギリとかで切っていただいても結構だと思います。自分の好きなサイズに切られていいと思います。そして枝をまたこう描いていくわけですね。要はね、花を描いて枝描いてまたその上に前に来る花描いて枝描いてみたいな感じで、隙間を描いていったり、こう幹ドンとこう描いて、これはですね武雄市という佐賀県の武雄市という、ちょっと水害がここ2年連続あったりしてすごい大変な地域なんですけども、この辺りというのは2年連続かな、ちょっと山の方の馬場の山桜というところなんですけども、でちょっと中継のここの土の見えてるところなんかはちょっと水を多めにして描いていってます。水を多めに。なんでかというとですね、せっかく下にマチエールボコボコあるんで、後でもしかして紙やすりとかで削ったら面白いかもなとか思って削らなかったんですけども、ボコボコを利用したりとか、そして一番のハイライトっていうのを筆でちょっと描いてやろうかなということで、この辺は点々点々で瞑想筆で描いていくと、あら不思議、早送りにしますね。点々点々点々、光がちゃんと左の方から来てますよ。ちょっと上の方まで抜けていった方がこの桜の大きさみたいなのが伝わるんじゃないかということで、画面の構成上ですね、上の方まで点々点々点々とやっていってですね、少しこう自分の手の仕事、偶然ばっかりではなくて自分の手で描いたという仕事も少し、入れながら、この辺もそうですね、菜の花がこの辺に、咲き誇っているすごくいい時期ですね。ぜひ佐賀県に来たら行ってみてください。これはちょっと土日はめちゃくちゃ混みますから注意してください。平日でもめちゃくちゃ混んでましたんでちょっと注意してくださいね。ということで菜の花とかをディティールを描きながらディティールを描いていって、中継とかも描きながら、ここの森なんかの光がちょっと当たってるとこ、幹のところなんかもちょん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 とそんなに難しくないですよ。描いていてやっぱマチエールがしっかりしてますので、ちょっとこう薄めの水でよく溶いた絵の具なんかでって言って塗ると半透明ぐらいの感じで、そういう隙間のところなんかもちょっと描いてみたりするだけでも印象ガラッと変わりますね。どうですか？まさか1時間もかからずにこれぐらいかける。皆さんもできますよ。初めての方とかもちょっとこう経験ある方もちょっとよし勇気を出してこんなことやってみようかなとかっていうことで、ね、自分の表現の幅とかも広がったりしますし、絵描くの面白くなったりしますし、もうこういうふうに応用できるかもしれんなとかっていうことで、すごくいろんなことが見えてくる可能性があります。そしてディティールも最後またトン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 と描いていきながら詰めていきました。どうですかね、意外と写実的な感じにも見えるでしょ。で、アクリル嫌いとかって言ってね、もう頭から見ないっていう人いると思うんですけども、やっぱりですね、いろんなものを吸収してみるっていうことで成長しますしね、本当に僕長いこと先生してると、これ嫌ですとか、これできませんとかっていう人よりも、まず挑戦してみたりとか、なんかこれが得れたなとか、そういうふうにやってる人の方が絶対伸びるんですよね。当たり前ですけどね、好奇心持ってですね、自分の可能性を閉じないという人は確実に伸びるんですよ。やっぱ可能性すぐ閉じてしまうとか、もう毛嫌いしてしまうとかっていう人はなんかやっぱね伸びないですし、頑固だったりしますしね、なんかなかなか自分でっていうで最後ディティール細かい部分の枝を描いていきました。でそんな話もいろんな動画でしていますので、ぜひよかったらチャンネル登録とかしていただいて、ぜひ、いいねボタンとか押していただけたらおじさん励みになります。以上、サインを入れました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。どうでしたか？すごい、簡単でしょ？できそうでしょ？できるんです。これぐらいだったらね。皆さんもできます。誰でもできますんで、ぜひですね、アクリル絵の具みたいなものも挑戦してみると、いろんな自分の表現の幅とか広がっていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。楽しみに待ってますよ。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。